あ、最高です。めっちゃ重い。これ柔らかさが全然他とは違うかなと思いました。溶ける他にはないハンバーグ、ふんわりとした食感でその中でいろんな味が楽しめるようなハンバーグ。ハンバーグってお好きなんですか？僕は嫌いです。の方は楽しいですね。お店の創業自体は何年なんですか？今年の9月で10年やりあ、ます。ちょうど節目の、はい、そうです。オープンが9月なんですけど、私が働き出したのが前職があったんで、その都合で年明けぐらいからですね。だから初めは店長一人で、アルバイトさんとやって、店立ち上げて、でその後もともと来る予定に一緒にやる予定にしてたんですけど、その前職の都合でちょっとタイミングがずれて鉄板焼き屋で働いてて、その後、ホールスタッフの方もちょっと経験したりとかして、でここではもう小さい店なんで、もう焼きながら、お客さんのオーダー聞きながら運びながら、いろいろしながらって感じです。びっくりするでしょ。びっくりしました。じゃあここはっていう。そうなんです。八尾南からでも歩いて近いのは近いですけどね。まあでも近いといえど15分ぐらいは歩かなあかんからね。だからやっぱなかなか歩く人は少ないかもわかんないですからね。まあいてますけど。だから例えば注文されたらめっちゃでっかいハンバーグとか昨日で450か今っちあ、そういうのも注文される方いらっしゃるんですよ。だから 600g のハンバーグとか 50g ごとに大きくできるんですよ。なんか大食い選手権みたいな人がよう来てた時あったんですよ。一時あったな。一人で 1.8 キロ食べるとかこれでトマトソース作るんですよ。でこの鍋には7分目8分目ぐらいの量を、パック分けにしてでシンクかけて、そのまま保存しておくんで、で減って使う時になったら温めて入れて、使ってって感じ。ハンバーグぐらい
溶けるのがやっぱこの旨味が逃げるっていうふうに考えられてる部分はあるんかなっていうのは思いますけどね。そういう意味では冬場の方がうまくできますよね、寒いから。夏場はやっぱこう出だしてるだけでどんどん油が。そうですね、溶け出していくのはもう油もそうですし、もう赤身もどんどん溶けていくんで。直します。これで何キロぐらい？これでね、牛ミンチだけで3キロ分ですね。これが玉ねぎだけではないですか？玉ねぎを2種類、炒める時間を変えたやつを入れてたりとか、あとまあニンニクであるとか、あ、これパン粉とかですね。パン粉とかきな粉とか入ってます。お客さんもう来るか来へんかわからんみたいな感じで、だからこのタッパーで買って用意しといてで作ってたんですけど、なんかどんどんお客さん増えてってくれて、結局今は3つ分ぐらい一気に作らんとあかんぐらいなんで。これ塩。はい。これナツメグです。これホワイトペッパーです。ここはちょっとミンチの食感を感じてもらえるように作りたいんで、めちゃくちゃこねくり回さずに混ぜ合わせてるぐらいの感じ。ミンチをなるべく潰したくないんで。これが1回分。これ1回分ですね。大体1日に作るのは、はい、これ2回分は最低作るような感じですかね。これで数にしたら24、30、45個分ぐらいですね。45個分で絶対に半日ぐらいはこれすぐ使いたくないんですよ。ちょっとなじませんのに半日ぐらいは置いときたいんで、朝作っても使うのは夜みたいな、はい、もしくはランチの後半ぐらいのイメージなんですよね。なんか混ぜたてのすぐはちょっと味の角が立つというか、それぞれ主張が激しいんで、ちょっとなじんでみんな仲良くなってから食べてもらおうかな。結構長い。2年とか
おー。ガーリックソースの大きさを2分ぐらい。これはライスそれで、僕その200してもらっていいですか？ガーリックソースはい。左に
251、301円でぐらいにお願いします。ちょっと待ってくださいね。西浦さん、セットできたら中やってもらっていいかな。マジ一応いいです。はい。いらっしゃいませ。はい、ちょうだい。はい、ありがとう。いらっしゃいませ、こんにちは。タイマーだけ止めといてください。はい、ありがとう。あと普通の食事も出しておいてください。チーバーとホタテとチーズとトマトソースのあ、最高です。おろしポン酢を食べました。わあ、さっぱり。さっぱり。うまいと聞いてた。噂には。ここはうまいです。ロース200入ります。
バイバイ。ありがとうございます。短い。美味しかったです。美味しかったです。何をご注文されたんですか？ハンバーグとあとガーリックライス。おお。どっちも美味しかったです。また来ます。また来ます。大盛りって頼んでやりすぎた。思ったよりお腹いっぱ言ってたって最近ハンバーグってお好きなんですか？僕は嫌い。肉の塊をバラバラにしてまた戻すわけじゃないですか。いや意味がわからないっていうのがもう子供の時に思ったことで、別に料理人になってから嫌いとかではなくて、もうどうせ加工するんであれば柔らかくふわっと、要するに肉にないような食感を出しながら、肉の味がしながらっていうものをうちのコンセプトにしてる感じです。めちゃくちゃうまかったっす。めちゃくちゃ美味しかったです。初めて来られたんですか？僕は何回か来てて、僕初めてです。僕ガーリックソースのハンバーグ食べて、やっぱおかわりもできて美味しかったですね。同意見です。もう箸が違うかと思ったっすもん。剣かと思ったっす。マジですか？マジですマジですマジです。柔らかすぎてめちゃくちゃ柔らかかったっす。はい、ありがとうございます。他にはないハンバーグ、ふんわりとした食感で、その口の中でいろんな味が楽しめるようなハンバーグですよね。いろんなスタイルがあっていいと思うんですけど、僕らが作りたかったのがそういうハンバーグっていう感じで、混ぜ方から、焼き方から、使う素材とかもいろいろ考えてって感じですかね。でこのお仕事に携わるきっかけっていうのは何やったんですか？僕も服部さんももともとアルバイトがその、レストランの、厨房調理のアルバイトを始めて、そこからの付き合いなんですよ。20年30年近くの学生の時からの付き合いなんで、別々の仕事したりとかもあったんですけど、結局って感じですけどね。
手作りハンバーグラン上村でございます。で6時の3名。お箸か。はいはい。これはテイクアウトが6時の分なんで、で休ませて、6時手前でオープンで焼き上げます。なるほど。はい。触って大体どれぐらい焼けてるか分かるので、このタイミングかなっていう時に開けて触ってで青に取ってみたいな感じで流れて。はい。すみません。お名前よろしいですか。谷山様ですね。はい。全部200グラム。よくお持ち帰りされるんですか？お持ち帰りもするし食べにも来るし。今日お持ち帰りされたのは何をお持ち帰りされたんですか？今日はハンバーグです。うん。すみません、いつもありがとうございます。ありがとうね。はい、お気をつけて、またよろしくお願いいたします。
ガーリックライスをローストビーフの多分新しいやつ入ってるのがあると思う。真ん中を出していただきます。はい。めっちゃ重い。150やけど、そのグラムどんどん上げても多分いけると思う。ほらだけ。両方ガーリック。はい。はい。で、ご飯と味噌汁のセットつけたり。はい。カキフライ2個が2です。こっちは白ですか？これは白。鶏は白、牛は赤。肉の色が白っぽいか赤っぽいか。何でもそうですけど、そういう風に使い分けますね。まだ足らんねんで。ちょっと控えめ。控えめで。年なんで。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、いや、どっか行ってんのか。ほら、半分に割れてるんですよ。ここがすごいね。いいの手前だけやっていいです。はい。おろしハンバーグです。いいですか。はい、すみません、狭くなってもう。こちら、チキンソテー、おろしハンバーグです。すみません。お味いかがですか？お店よく来るんですか？初めて。2回ですか？結構来られてるんですね。基本的にハンバーグのセットしか頼んでないので。今日初めてチキンカツとか、あとなんだろう、チキンソテーですか。それはまず大丈夫ですよ。はい。これ前飲んだことある。めっちゃうまかった。ああ。結構日本酒こだわりあるんですか？そうね。今うちがお付き合いしてる日本酒のその店長、社長がまあ利き酒がすごい利きはる方なんで、その人に選んでもらってて、でそれを仕入れさせてもらってる。金目鯛ですか？はい。これは鱗なんです。今から鱗を揚げます。
疲れ様です。はい、ありがとうございます。松田やろ？松田やな、今。やっぱり柔らかさが全然他とは違うかなと思いました。全然素材の味が出てて本当に美味しかったです。エビフライもちょっと他のものとはこう形が違いますね。背開きしてるんですよ。エビフライ。なんで背開きしたりしてるんですか。まあ昔のエビフライってこういうエビフライが多かったんですけど、それを店長が、その方が美味しいっていうのと、あとはエビフライをこう開いた方が衣のサクサク感と身の火の通りが、バランスがいいんですよ。一瞬でダメ。酒全然あかんから。お茶先から。今日ご注文は何されたんですか。今日ハンバーグと牡蠣とホタテバター。お味どうですか。美味しい。やっぱソースがこういろいろね、ガーリックソースであったり、こうおろしポン酢とかトマトソースとかあるので、まあその辺でバリエーションで楽しめるかな。なるほど。和牛のヘレとハラミになる。ブランデーみたいな。味噌おいしいもんならな、安物飲まれへんなと。嘘やろ。
たまに売ってますけど、なかなかない。はい、ステーキになります。はい、どうぞ。はい。ハンバーグのお客様、はい、すみません。チキンカツもお客様よろしかったですか。はい、すみません。以上でお揃いでしょうか。はい、ありがとうございます。ご一緒にしてください。他のハンバーグと違ったりするんですか？ジューシー、ジューシー、ジューシー。溶ける。溶ける。溶ける。おろしハンバーグお持ちしました。お二方、はい。全然違うよね。めっちゃホロホロ。ぎっしりって感じのラーメンも。このお魚はどうですか？いや、美味しいです。なんかもう何でもいい、全部美味しいですね。ステーキも刺身も厚みがとにかくあるんで。お味いかがでしたか？あ、抜群ですわ。毎回来てるけど。よく来られるんですか？そうそう。何が一番美味しかったですか？日本酒。あ、日本酒。ステーキに合う日本酒をね、もう見つけたのが一番ですよ。もうステーキは美味しいの分かってるから、今までワインを注文してたけど、なんか日本酒を勧めていただいたんやけど、これ、まあ結局肉食べるときにワイン飲んでたけど、これ肉に合う日本酒っていうのは初めてだった。ハンバーグを食べて美味しいから晩来たらもっと美味しかったっちゃう。これはこのとりあえず美味しくなれともいもいキュンキュン心の中で唱えてます。最大 1.8 キロ食べた人が化け物みたいな方がいらっしゃいました。まあでも 1.8 の人もビールとご飯食べましたからね。いや、まだ食べれるって言って抑えた方が火が通りやすいんで、素人の人らはそれで焼きやすいっていうのが大きい理由やとは思うんです。僕はあんまりそういうことは、まあ火通るで通ったかどうかも大体分かる。これわざとね、こういうのを使うんですけど、これ綺麗な新しいやつでやっちゃうとこすりすぎるんですよ。だからちょっとわざと実はしみしみであんましこう綺麗にならへんやつを使って磨いた方が油が鉄板に残るんですよね。そうすると明日の朝が、ちょっといい感じで。お疲れ様でした。明日もありますし、はい。ありがとうございます。失礼します。